バーチャルファッションチャンネルブティック第8回のブティックとなります。最近僕は VR チャットのアバターをお迎えして着せ替えたりしてます。それはゆうきさんではなく、女の子アバターです。ゆうきさんが女子アバターを。意外ですか？はい、意外です。ゆうきさんは男性衣装にこだわってた気がしてたんですけど。メンズファッションだったら僕が着ればいいでしょ？でもレディースファッションで可愛いなって思っても、まあそうもいかないデザインも結構あるから。なるほど。だから女性アバターなんですね。そうなんです。なんだか VR チャットの男性の方が女性アバターをまとう気持ちが分かった気がします。レディースものを着たいけれど自分が着るにはちょっとって思っちゃう。キキョウちゃんや豆ひなたちゃんに着せるなら可愛く着せられていいなっていう感じ。そういう感情なんですね。なるほど。バーチャルファッションの着せ替え文化って自分だったりうちの子だったり可愛い流行りアバターにだったりいろんな着せ方がありますよね。自分に合うスタイルを探してお着替えを楽しんでみるといいと思います。というわけで第8回ブティックでコンシェルジュを務めさせていただきますアリエスですと野菜ゆうきです。よろしくお願いします。さてブティックを知らない方もいらっしゃるのではないかと思います。ゆうきさん説明をお願いいたします。はい、このブティックはあなたのファッションにプラスワンの彩りを提案をテーマにしており、バーチャルファッションの服をバーチャルファッションが好きな人にもっともっと知ってもらいたい、そんな思いでブランドさんと作った服にフィーチャーし紹介をしていく番組となります。たくさんあるファッションブランドも何かのきっかけから始まった。そのきっかけやブランドへの思いなど様々なことをブティックで深掘りしちゃいましょうということですね。普段ショップで買う時には見えないブランドさんの顔が見たい、そしてブティックで視聴者さんとブランドさんの出会いになるといいなと思っています。またこのブティックでは様々なブランドさんにインタビューをしております。興味がございましたらチャンネル登録お願いいたします。そしてこの動画が良かったなと思ったら高評価もお願いいたします。お願いします。今回はメンズアイテムもあるブランドさんです。ゆうきさんと私がモデルとして参加しています。あと今回も白鳥デネブさんに参加していただきました。最近は双子コーデとかシミラールックとかいろんな方針の撮影をしていますが、8回目にして初めて僕たちのペアで撮影しました。8回目にして長かったですね。ですね。撮影楽しかったです。ということで僕たちもそのブランドさんの服に着替えてきましょうか。はーい。アリエスさん、お姉さん味がありますね。大人っぽいお洋服ですごくいいです。ゆうきさんのお洋服もかわいいねえ。このパーカー全面に描かれてるこの柄、とてもキュートです。柄といえばということで第8回に紹介するブランドさんは、みなりこさんを徹底的に深掘りしてご紹介をしていきます。みなりこさんといえば柄って感じですよね。誰が見ても目を引く鮮やかさがありますよね。おしゃれなデザインばかりでリアルでも着たいです。僕は前からご縁がありましてモデルをやらせていただきました。酒版バスピスシャツです。酒版バスピスですら柄にしちゃうんだ、すげーって思いました。これは可愛いですね。でしょ無料で配布されておりますのでぜひお手に取ってみてください。ではキーとあやさんお入りください。いらっしゃいませ。はじめまして、お邪魔します。というわけで今回深掘りするブランドさんはウェアリングパターンズダンシングウィズカラーズ、柄を身にまとい色と遊ぶがコンセプトのみなりこのオーナーさん、キートあやさんです。
よろしくお願いします。よろよろしくおしくお願いし願いしま。ますお願いします。あやさんの作った柄のお洋服、早速着させていただいています。ありがとうございます。アリエスさんもみなりこの柄を身にまとっていただきありがとうございます。似合ってます。この柄をご自身で作ってるってすごいなと思いました。柄って作れちゃうんですね。全部自作です。すごい。コンセプトにも柄の言葉が入ってますね。うん柄を軸にしてるバーチャルファッションブランドさんってあまり聞かないなと思うので、今日はたっぷり柄のお話を聞いてみようと思います。はい、ぜひぜひ。はい、では早速ですが最初のコーナーに移っていきましょう。クリエイター解体新書。このコーナーでは作者様のブランドへの思いなどを聞いていく機会となります。表側からは見えないブランドへの思いなどを聞き出していきたいと思います。ではまずはじめにバーチャルファッションのブランドはどうして始めたのかを教えていただけますか？はい、柄を作るのが好きで、実は最初はリアルの布を販売するサイトに柄のデザインを登録していました。最初はリアルからなんですね。はい、そうなんです。もともとはドールが好きで、いつかドール服のディーラーをやりたいなと思っていたところに、友人から V ロイドのことを教わりました。V ロイドって自分の作った柄でお洋服を作って販売ができるんですよね。私いつかドールのお洋服屋さんやりたいなと思ってて、V ロイドだったら、できるかもっていう。なるほど。思ったんですよね。はい。確かにリアルでお洋服屋やるのはちょっとハードルがありそうですよね。一着作るだけならまだしもリアルでお洋服をやるとなると販売するってことになりますよね。在庫などの問題とか場所の問題とか。そうなんです。手軽には始められないなと思ってました。でも V ロイドはデジタルでブースなら在庫を持つ必要はなくて、だからバーチャルだったらやってみたかったお洋服屋さんができるのではと思ったことがきっかけで制作を開始しました。それは V ロイドを教えてくれたお友達さんに感謝ですね。はい、そうなんです。それでいつお店をオープンしようかなって思ってたんですけれども、2020年の12月20日に V ロイドファッションフェスタが開催されることを知って思い切って申し込みました。初回のファッションフェスタですね。お店をオープンする前に申し込みですか？はい、そうなんです。いつかお店を作ろうと思っていたところにイベントがあって、で何か締め切りがあった方がちゃんと商品として出せるかなと思いました。ということでイベントに開催に合わせてショップをオープンさせ、作った最初の服を販売し始めました。なるほど。ファッションフェスタがきっかけの一つになったということは、だいぶ経ちましたが開催してよかったなと思いました。こちらこそ当時は参加いただきありがとうございました。当時のイベントが出店を後押ししてくれたんですね。そこから実際にお洋服屋を実現しているあやさん、すごいです。話は変わりますが、メナリコのブランドコンセプトなどを教えてください。はい、大きなテーマは柄、レトロ、ヘルシーです。柄はもちろんですが、ブースを拝見させていただきましたが、確かにレトロな感じですよね。私が着てるこのお洋服もレトロ可愛い感じです。ヘルシーも言われれば確かに、女性向けバーチャルファッションは露出が高いものが多かったりガーリーなものが多かったりしますが、ミナリコはさっぱりとした健康的な感じのデザインが多くて、リアルの女性が普段使いしやすい、
そんなファッションだなという方向性だなと思ってます。はい。それと柄テクスチャをデジタル、バーチャルなテキスタイルというふうに考えています。なので同じ柄でレディース、メンズ、着物といった風に同じテキスタイルで作りましたというような感じでアイテムを展開しています。この柄の着物も可愛いんですよね。気になってました。ね、レディース軸のものが多いのでメンズ向けの展開も大変助かります。ああ、よかったです。あと、柄をメインとして見せることを軸に服を作っているので、形としては結構シンプルなものが多いです。柄を主役にしたデザイン、柄から形を想起するからこそ形はシンプルになったりするんですね。僕は逆のアプローチで作っているので、なるほど、そういう作り方もあるのかって思いました。メンズ向けもあるの嬉しいですよね。形はシンプルだからこそどんな方でも着やすくていいなと思いました。みなりこさんといえば柄物のファッションというイメージですが、そもそもなんで柄を作ろうと思ってたのか、柄を作る理由を教えてください。はい、柄を作る理由、そうですね、私そもそも布とか柄が好きだったんですよね。で、好きなものとかいいなと思ったものは自分でも作ってみたくなる性格なので、実際に作ってみました。で、作ってみたらとっても楽しくって、でそしてこの柄を作るっていうことが結構得意かもしれないっていうことが分かったんですよね。いくら作っても作りたい柄のイメージが湧いてきたりして、でそれから素材としていろんな可能性があるなというのを改めて感じたので、柄というものがとても好きです。本当に柄がお好きなんですね。声が弾んでる気がします。はい、作っていてとってもワクワクします。アフリカンバティックが特に好きで、あとはインドネシアのバティックも好きで、現地に行って実際に作って学んでみたりもしました。いや、本格的。とは言っても専門の学校で学んだわけではなく、完全に独学で作り始めたので、最初は本当に手探りで、キャンバスにモチーフをただ並べただけだと、なんというかつなぎ目がすごくわかるんですよね。もちろんそういった柄も素敵なんですが、私が特に惹かれる柄はどこにつなぎ目があるのかわからないようなものが多くて、調べていくうちにシームレスパターンの存在を知って、そこからいろんな制作方法を試して今のスタイルにたどり着きました。丹田の世界だ。そんな柄をファッションにしようと思った理由はどうしてですか？はい、まずは作った柄を生かしたいなと思ったのが一番の理由ですね。あとはお客さんが手に取りやすい、使いやすい状態で提供するためにファッションを活用しているっていう感じです。リアルの布も生地のままの状態だとお裁縫ができる人じゃないと手に取ってもらえないですよね。でも雑貨やファッションなどにしたら、お裁縫をやってる人じゃなくても柄が届けられるんです。なるほど。柄は素材なので、使い方がわかる方、つまりクリエイター向けになっちゃうんですね。確かに雑貨やファッションに落とし込んでいただけると、私のようなクリエイターではない人でも手に取りやすいです。よかったです。柄物や柄物のファッションが好きな人ってきっといらっしゃると思うので、Vロイドにしたらその人が手に取ってくれるかもと思ってます。Vロイドはたくさんの方に届きますもんね。あやさんの柄が好きっていう気持ちがめちゃくちゃ詰まってるのが分かりました。現地まで足を運ばれていたり、独学でここまでのものを作り上げるのって本当にすごいですよね。
私は作る方じゃなくて着る方なので、柄を作るってどうやるのかなって全く想像がつかないのですが、柄ってどういう発想で作られてるんですか？はい、そうですね。季節の変化、例えばこう季節の変わり目の草花だったりとか、あとは日常生活の中でいいなと思ったものが軸になったりしますね。例えば食べて美味しかったものとか、日常で、日常生活の中で気がついたら柄を、これで柄を作ったら面白いかもっていう風にいつも考えちゃいますね。食べ物から生活が柄につながってる感じなんですね。そうですね。最近だと文字を柄にしたら面白いかもと思って作ったりもしています。あとはこれを柄にしたらどうなるんだろうと思ったものなども柄にしたりしています。ちなみに僕は、ウーマンカモフラージュパターンセットが好きなんです。このあやさんが着てるやつですね。これ旗から見たらカモフラ柄なんですよね。はい、そうなんです。実はこの柄は本編に出したんですけど、ちょっとね残念ながら落選してしまったもので、このままで終わりにしてしまうのはちょっともったいないなと思ったのでお洋服にしてみました。このコンペは確か女性がテーマでしたね。本当だ、すごい女性の横顔がありますね。柄って面白いですね。女性の横顔ってお洋服の柄になるんですね。ちなみに発想が降りてくればさっと柄が作れたりするもんなんですか？そうですね、発想次第っていう感じです。例えば YouTube の配信でリスナーさんと柄を作るみたいなお題の時は即興で作るみたいなこともやったことがあります。配信中に柄を作る、そんなスピード感で作れるものなんですね。僕は即興で作るなんて無理だな。柄ってめちゃくちゃ時間がかかるんですよね。私の場合は柄を作りすぎて逆に洋服を作るのが追いつかないってことがあります。柄がたくさんあるならクリエイターさんに作ってもらっても面白そうですね。そうですね、そういうコラボもぜひぜひやってみたくて、あとコラボの他にも今考えてることがあって、みなりこの柄を渡すのでその柄のお洋服で VR チャットに集まってもらうっていう集会をしたくて、実はもう名前も決まってます。みなりこパターンパーティーです。楽しそう。僕も参加したいです。ぜひぜひ。みなりこさんの柄でお洋服作ってみたいな。このみなりこパターンパーティーぜひ実現してほしいです。柄がお好きなあやさんだからこその新しいコラボや集会になりそうですね。私もぜひ実現してほしいです。そういえばみなりこさんの柄って V ロイド以外にも展開されていますよね。はい、そうなんです。携帯電話の待ち受けやデザインペーパー、デジタルコンテンツとしてテクスチャを販売したり、それからリアルの記事やスマホケース、ポーチなどの雑貨、お部屋の壁紙なんかも販売しています。あとはオリジナル柄制作のオーダーも受付中です。すごい。V ロイド以外の展開すごくたくさんやってらっしゃるんですね。しかも壁紙、そんな大きなものまで。そう、これがね柄のすごいところなんですよ。シームレスパターンで作ってるのでサイズは大きいものから小さいものまでいろんなサイズに適用できます。素材として何にでもなれる可能性というのが柄のすごい大
そうです。おー、素材という形で提供する楽しさもありそうですよね。はい、そうですね。柄で素材を提供すると、それを使って新たなクリエイティブが生まれるっていうところがすごいですね。実際に作って見せてくださる方もいらっしゃって、こんなものにもなるんだって感動したりします。素材クリエイターって僕自身はやったことはないんですけれど、クリエイターさんとのコラボレーションが自然に生まれる感じですよね。いやー、使ってもらえると感動しちゃいそうだな。そうですよね。私は素材として何にでもなれる可能性というのがすごく素敵だなと思いました。これからもどんどん幅が広がりそうですよね。ちなみにブランドやっててよかったなと思ったことを教えていただけますか？はい、やっぱり作ったものを使ってもらえるっていうことが一番ですかね。いろいろのお洋服はもちろんのこと、生地や雑貨なんかでも着てもらって使ってもらって完成するみたいなところが少なからずある気がしています。なるほど。着てもらって使ってもらって完成する。なるほどね。作って売ったら完成ってわけじゃないんですね。着てもらって初めて完成。はい、そうなんです。だから使ってもらって喜んでいただけるのがやっぱりよかったと思うし嬉しいですね。あとは私自身が生活の中で好きな色とか柄のアイテムを使って何気なく目にした時に嬉しくなったり元気が出たりするので、使ってくれる人にそういう小さなハッピーを届けられてたらいいなと思います。好きな服を着ると私はウキウキします。今回モデルでも着させていただきましたが、すっごく楽しかったです。ありがとうございます。そういえばあやさんは企画を開催したり参加したりしてますよね。いや、思い出すのがダサセーター祭り、これね、アグリークリスマスセーターを作ってブースに出そうっていう企画をやっておりました。はいやりましたね。根底にあるのはやっぱり面白そうだからやりたいっていう気持ちですね。アグリークリスマスセーターってイベントとしても面白いテーマですし、あとはセーターだけでいいので敷居が低いかなっていうふうに思いました。あの時期はめちゃくちゃセーター着てました。いや、これね、本当にダサいものから、ダサいってものまで、本当にね、幅があって面白かったです。ちなみにモノケットなどの企画に参加してたり、リアクロ集会のスタッフに参加していらっしゃるようですね。はい、どれもありがたいことにお誘いいただくっていうのがきっかけなんですけど、面白そう、やりますっていう勢いで参加してます。それができることがすごいですよね。面白いまではできてもやりますとかできる人はなかなかいないんじゃないかなと思います。ありがとうございます話を聞いてニヤニヤしていますいやー、いろんなことをやってらっしゃる裏には、楽しいことを実行に移すアクティブさが根底にあるからなんですね。楽しい気持ちが柄にも服にも入ってるので、着る人たちもウキウキするに違いありませんね。本当にクリエイターの方は行動力が高い方が多くて毎回驚かされます。楽しんでお洋服を作っているのがとても伝わりますよね。ありがとうございました。ではそろそろ次のコーナーに行きましょう。ブランドアイテム制作秘話。このコーナーではあやさんが作ったアイテムをめちゃくちゃ見ていこうっていうコーナーです。あやさんに解説していただきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では最初のアイテムはこちら。
キドキストライプドセットです。心電図をイメージしたポップなボーダー柄が特徴のドキドキストライプドセットです。トップスは長袖と半袖の2バージョンからお選びいただけます。リラックス感のあるシルエットでデイリースタイルにぴったりです。セットにはゆったりとしたルーズなアームウォーマーとレッグウォーマーも含まれており、スタイルに合わせてコーディネートを楽しむことができます。カラーリングのベースはパステルピンク、グレー、パステルグリーンの3色展開。襟口と裾部分は6色のバリエーションがあり、レッグウォーマーとアームウォーマーはお好みのマテリアルカラーで変更可能。組み合わせは無限大で、あなただけのオリジナルスタイルを作り出せます。パステル寄りのカラーリングは夢かわいい原宿系を彷彿とさせ、どこか懐かしくも新しい。背中にあるかわいいタグもポイントです。さらに同じ柄のシリーズには男女ともに着用できるパーカーもラインナップ。ぜひそちらもチェックしてみてください。夢かわいいハートビートボーダーコレクション。このドキドキストライプドセットで毎日のファッションに夢と可愛さをプラスしましょう。はい、早速ですがこちらのアイテムを白鳥デネブさんと僕が着てみました。ドキドキストライプドセットゴー。かわいい。かわいい。あ、いいですね。シルエットいいな。いいですね。夢かわいい。夢かわカラーですね。あ、そう、メンズ一応ね着てるんですけれど、別売りです。別売りです。よろしくお願いします。あ、ロゴがバーッと入ってる。そう、背中とアームウォーマーにロゴがあります。あ、本当だ。いいですね。可愛い。かわいい。こういうの好き。いいですね。では、あやさん、このドキドキストライプドセットのコンセプトを教えてください。はい、こちらは10年前に制作したドキドキボーダーという柄を使いたくてデザインしました。私の記憶の中のだいたい90年代後半から2000年ぐらいの原宿あたりのちょっとレトロでポップな感じのお洋服へのイメージから展開してデザインしました。裾や袖口のリブ部分のシルエットにもこだわっています。フーディーの方も同じ柄で男女ともにゆるっとしたサイズ感で着ていただくのがおすすめです。いやー、ほんと色がポップで、とにかく可愛いね。でパーカーって形はシンプルなんですけれど、この心電図ってテーマを取り入れてるのすごく面白いですよね。ありがとうございます。ね、カジュアルにさらっと着れそうだなと思います。しかも長袖と半袖の2バージョンあるのも嬉しいですよね。季節を問わず年中着れそうです。ありがとうございました。では2着目に行きましょう。レトロポップ A ラインミニドレスです。鮮やかなビビッドカラーとレトロな花柄が特徴のレトロポップ A ラインミニドレスです。この A ラインのミニワンピースはシルエットが美しくポップなテキスタイルが魅力的です。セットには同じ柄のヘッドバンド、タイツ、ハイヒールも含まれており、全身で統一感のあるスタイルを楽しむことができます。ヘッドバンドはワンピースと同じレトロな花柄で、アクセントとしても可愛らしさを引き立てます。カラーリングは鮮やかで明るいビビッドなブルーグリーン、パープル、ピンク、イエロー、グリーン、ブルーの6色展開。どの色も70年代のアバンギャルドファッションを彷彿とさせるカラフルなレトロ感が魅力です。このコレクションで
懐かしくも新しいファッションスタイルを楽しんでください。大胆な色使いとポップなデザインが日常に華やかさと楽しさをプラスします。ぜひあなたのお気に入りのカラーを見つけてレトロフラワーポップスタイルを楽しんでください。こちらのアイテムを私と白鳥レネブさんが着てみました。レトロポップ A ラインミニドレス GO！ かわいい。おさらい。かわいい。かわいい。かわいいしか出てこない。やっぱ柄がいいですよね。目立つ。ありがとうございます。こういうビビッドな色を着るってなかなかね、ないからすごくリアルだと新鮮です。ね、なかなか。そう、かわいい。ではあやさん、こちらのレトロポップ A ラインミニドレスのコンセプトを教えてください。はい、こちらはレトロな A ラインのシンプルなミニワンピースを作ろうというところからスタートして、手持ちのテキスタイルからこちらをチョイスしました。で最初は3色のみのカラバリだったものに新たにカラバリを制作しました。ミナリコの傾向としていろんなアイテムとコーデを楽しんでいただけるようにフルセットを作ることはあんまり多くないんですけれども、今回は思いっきりレトロなスタイルを楽しんでいただけるように頭からつま先までのフルコーデセットを制作しました。ちなみに別売りではありますが同じ柄のネイルセットもあります。いやーこれメイクもビビッドに濃いめにして、で髪型も外巻きにしたくなる、そんなデザインだなって思いました。ね、さっき紹介してくれた別売りのネイルもちょっと合わせたいなと思いますね。ね、本当レトロ感の象徴のドレスだなと思いました。ちなみに僕はイエローが好きです。カラバリも豊富なので色によって印象もだいぶ変わりますよね。ヘッドバンドからネイルまで本当にフルで楽しめるセットです。ありがとうございました。では3着目に行きましょう。サイドプリーツコーデオスマンサスです。秋の訪れを感じさせるサイドプリーツコーデオスマンサス。このレディース向けのセットアップは繊細な金木犀の柄を軸にしたデザインで、ブラウス、スカート、付け襟、靴下、靴がセットになっています。セットアップ一式で統一感のある上品なコーディネートが楽しめます。スカートにはサイドにプリーツが施され、動くたびに美しいシルエットを描きます。付け襟はスタンダード、モコモコ、ビッグサイズの3種類からお選びいただけ、気分やシーンに合わせてアレンジが可能です。色はブラック、グレー、テラコッタの3色展開で、それぞれが落ち着いた秋の雰囲気を演出します。さらに靴下にも金木犀のワンポイントがあしらわれており、靴のカラーリングも自由自在にカスタマイズ可能。秋のファッションにぴったりのデザインです。無地でカラーを自在に選べる CC ホワイトのセットアップもご用意しており、さらに別売りで男女ともに着用できるセーターコーデオスマンサスのシリーズも展開しています。さまざまなスタイルを楽しめるこのコレクションで秋のおしゃれを満喫してください。こちらのアイテムは私とゆうきさんが着ました。サイドプリーツコーデオスマンサス GO！ すごい秋秋ですね。背景ともバッチリね。バッチリ。コーデから秋の香りがする。秋ですね。かわいい。この襟にもね刺繍の柄が入ってます。なんという、じっくり見たい。ではあやさん、こちらのサイドプリーツコーデオスマンサスのコンセプトを教えてください。はい、
ちらは金木犀のテキスタイルを使ってレディース、メンズ、着物を作ろうという試みの中の一つです。冬の始まりを告げるようなイメージの金木犀を使って落ち着いた印象のセットアップにしてみました。毛襟を3パターン作ったり、シェーダーカラーでお好みの色にできるセットも作ったりと、自分の中では結構いろいろなチャレンジをしたアイテムになります。この映像にある僕が着てるメンズコーデは別売りになってるんですけれど、このトップスは柄もね、この首周りだけで結構大人っぽいデザインですよね。そうですね。そうこの秋物にしっかり照準を添えたファッションって案外少ないので、ぜひね秋に着てほしいなと思ってる一着でございます。付け襟の3パターンどれも印象が変わるので、私も付け替えて楽しんでみます。ぜひぜひ。はい、ありがとうございました。さて、そろそろ時間になりました。名残惜しいですが、そろそろ閉店のお時間となります。今日はたくさん紹介させていただきましたが、今日のアイテムについての詳細は概要欄、ブースや X などをご覧くださいませ。あやさん、感想を一言お願いします。はい、今回こうやってお声掛けいただいたことで、改めて自分のヒストリーだったりブランドのコンセプトだったりを考えて言語化することができた気がします。今回ピックアップしたアイテムもとても素敵にご紹介くださって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。いやー、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではあやさん、またいらっしゃってくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、あやさんの柄への情熱を余すことなく浴びましたね。ね、アリエスさんいかがだったでしょうか。はい、本当に柄がお好きで、柄にこだわってお洋服を作ってらっしゃるんだなっていうのがとても伝わってきて、お話を聞いてるだけで私もワクワクしちゃいました。ぜひ皆さんにも柄のこだわりに注目して着てみてほしいです。ゆうきさんはどうでしたか？いや、実はあやさんは VR チャットでよくお会いしたりするんですけれど、いや実はね、お会いしてもブランドの話をすることってあまりなくってですね、でもこうやってがっつりとブランドの話を聞けたのはめちゃめちゃ新鮮でした。ねえ、あやさんと話してると柄に興味がめちゃめちゃ湧いてきましたね。あ、そうだ、みなりこパターンパーティーの開催楽しみですね、ぜひ開催お願いします。はい、それではブティックを閉店しますか。はい、そうですね。ブティックではあなたのファッションにプラスワンの彩りを提案させていただきます。またのご来店をお待ちしております。次回をお楽しみに。